体がめてる。体は大気持ち押し寄せて流される。優しく背中を押してくれた君の存在。あなたとの距離が近くなる、そんな感じ。届きますように大好き。あたかい想い引き裂くように拒絶をして遠ざかる後悔の始まり。教団、人類を目の敵にする怪物たち。地下の情報網でも奴らの情報はめったにつかめない。少し面倒だったが、なんとか手がかりを手に入れた。もう手がかりをつかめたのかい？さすが顔の広いディルックだね。そういえばさ、風神バルバトス様はなんで人間の力を借りてるんだ？どう説明したらいいかな。人々の言う七神、その本質は属性の七失星というべきなんだ。属性を7つに分け、それぞれが治める。それが僕たち神としての責務。神の責務を果たすことで神の力を蓄える。だけど僕は統治とか嫌なんだ。モンドの人々もそういうの好まないと思うし。君たちが王のいない自由な城を作ればいい。バルバトス様の理念を私たちはちゃんと覚えている。神団長ってば信仰深い。単に誰かさんが自由すぎて仕事をサボっていただけとか考えないんだ。コホン。とにかくこんなに長くモンドに戻ってなかった僕のことだ。今の僕は紛れもなく七神の中でも最弱だよ。そんなに褒めないでよ。はあ、こんな風神様がいるとは、いいんだか悪いんだか。七国と七神の話はさておき、まずは人類共通の敵について話そう。今回調べたアビスの魔術師の痕跡はそいつを取り逃してはいけない。これはアビスの魔術師を倒した後、何かエネルギーが散らばった。このエネルギーは僕とトワリンのつながりを根絶させるためのものみたいだ。風流廃墟を知っているか？うん、モンドのみんなはきっと知ってると思うんだ。今のトワリンはその廃墟を巣にしている。モンドの周りを封鎖する暴風のように、廃墟の入り口にも特殊な障壁があるんだ。でも今アビスの魔術師から散ったエネルギーを使うことで、魔力の織りなす韻律を僕は読み取ることができる。その韻律はヒルチャールの合唱より耳障りだけど、それでも暴風の障壁を突破して風流廃墟の内部に行くには十分だ。つまりトワリンに正面から挑むのか。僕は異論ないが、戦いを回避したいと言っているのはジンだ。いや、選択肢がない以上私がその責任を背負う。もしトワリンの討伐が唯一の救いの道であるなら。大丈夫。
まだその段階までは行ってないよ。うん？ウェンティ殿。つまり天空のライアーは切り札じゃないってことさ。本当の切り札は旅人だよ。旅人が？そうだよ。でも君はもっと貴重な能力を持っているんだ。涙の結晶にあった不純物とトワリンを取り巻く呪いは同じ類の邪悪なる力だ。だからさ、金融野郎、それは危ないだろう。トワリンが激怒した時のことを思い出してみろ。動く前にトワリンに食われるぞ。面白い計画だ。やってみる価値はある。私も共に行くぞ、栄誉騎士。敵はアビスの怪物と竜。威圧感がすごそうだな。人間にだって人間の本気がある。さあ行こよし、英雄の詩編もいよいよ決戦の章だ。暴風の障壁だ。ああ、もしこれに巻き込まれたら怪我じゃ済まないぞ。僕に任せて。今は普通のライアーしかないけど、これくらいの風の障壁なら天空を使うまでもない。お前もたまには役に立つんだな、銀融野郎。ここからが本当の風流廃墟だ。みんな気をつけてくれ。行き止まりだな。行き止まりだね。なあ、あそこの屋根でっかい穴が開いてないか？あそこの雰囲気は利用できるかもしれない。うん、回り道になるけど行こ。回り道になるけどこれ以上はいけないね。この遺跡には古い封印が施されているみたいだ。これもトワリンの仕業か？違うよ。この廃墟は古代都市でトワリンが一時的に身を置いてるに過ぎない。廃墟自体四風守護の時代よりもずっと古いものなんだ。モンドは王のいない都市だったけど、モンドができる前はある暴君がここを統治していたんだ。機会があったら君たちにもその物語を聞かせるよ。僕の知る考古学の知識からすると同行装置が鍵になるはずだ。散らばった全てのパーツを元に戻せば同行の儀式を完了できるだろう。見たところ同行の儀式が行える状態までそうかけ離れてはいないようだ。まずはパーツを設置してまた様子を見てみよう。装置の解除方法は合ってるみたいだね。この塔にはまだ3つの光の輪がある。つまりあと3つ同行装置を探さないと。全てここから1つは見えるが残りはきっと廃墟の内部、この塔を中心に分布しているはずだ。こんな装置と封印だらけのところに住んでてトワリンは面倒じゃないのか？人みたいに歩くのではなく彼は飛べるからね。この全てがきっとこの歌はヴァネッサの物語のようにモンドの人々にずっと歌われるだろうね。あの歌は私も幼い頃から大好きだ。では栄誉騎士、今日の調子はどうだ？私は最高の状態を整えてきた。きっとみんなの力になれるはずだ。そういえばディルックの旦那も最後までついてきてくれたな。最初は巻き込まれただけの部外者？秘密を共有してくれた君たちに僕は信頼を返しただけだ。自由だよ。自由？君たちがモンドに来た時、モンドは自由の都だって誰かに言われなかった？あの子も自由人だよね。モンドは王の統治がないロマンの城。そしてモンドの人々は七国で最も自由な民だ。
だからかつてモンドを守った竜もそうであってほしい。この都市が君を裏切ったと彼を騙そうとする人がいちゃいけない。彼に彼には自由に生き方を選べる権利があるはずだ。ウェンティ。では旅人、モンド千年の風が君と共にあらんことを。僕は前回と同じように君に風元素の力を導くよ。なるほどな。道理で知ってる声だったんだ。ここもうすぐ崩れそうだ。こういう風に一緒に飛ぶのは久しぶりだね、トワリン。先ほどなぜ昔のように我に守れと命令しなかった？君にアビスの言いなりになってほしくなかった。でもだからといって僕の命令に従ってほしいわけでもない。神に命じられた自由はある意味不自由だろう。これは風神眷属の力か。しかし我はもう主風守護ではない。肩書きがなくても君は僕たちを守ってくれたじゃないか。これからは僕の祝福とともにもっと自由に飛ぶといい。モンドの流祭はこれで一件落着だ。私は騎士団を代表して市民たちの誤解を解き、事件が解決したことを知らせる。しかし風魔竜が前触れもなくモンドを襲い、その後行方をくらませたことはきっと市民たちの心に多くの疑問と不安を残すだろう。ううん、大丈夫。風向きは変わるものだからね。いつかそれも光さす方へと吹いてくれるはずだよ。あんたたちやっと栄誉騎士の凱旋だね。ひひ、こいつと一緒にトワリンとじゃれ合ってきたぜ。でも昨日帰ってくるはずじゃなかったの？ジンさんが一足先に帰ってきてあんたたちの活躍をみんなに話してくれたよ。ああ、いつか私もそんな大舞台に立てたらいいな。今回の件が無事片付いたのはあんたたちの頑張りがあったからだよ。最初にあんたたちをモンドに連れてきたのも偵察騎士としての仕事を果たしただけだもの。ふふ、礼なんていらないぞ。今回の任務は遠征とはまた違ってて、そう余裕はないんだ。ほら、今は後片付けをしているとこ。後片付け？モンドに何かあったのか？ジンさんがいない間に近くの魔物たちが総攻撃を仕掛けてきたの。幸い前々からヒルチャールの動向は探ってたし、奴らの拠点がモンドに近づいてきていることには気づいてたからよかったけど。あ、覚えてるぞ。アンバーと初めて会った時もヒルチャールの巣を片付けてたよな。そうそう、ああいった準備を怠ってたら今頃モンドは危なかったかもね。でもなんだかおかしいんだよね。ヒルチャールに総攻撃を仕掛けるような指揮能力はないはずなのに。だから今回の件はアビス教団が裏で糸を引いてると思うの。あいつらがヒルチャールを操ったってことか？じゃ
を助けてなかったらそのヒルチャールみたいに操られて。もしかしたらね、偵察騎士として今後はアビス教団の動向にも注意しなくちゃ。ああ、ごめんね。せっかく帰ってきたのにまたこんな話しちゃって。そうだ、人参とお肉のハニーソテーをご馳走するって約束してたよね。今まで流祭のせいで行けなかったし、今回の勝利をお祝いしておごってあげる。やったー。アンバーが忘れててもオイラは忘れてなかったけどな。私も人参とお肉のハニーソテーを久しく食べられていないんだ。鹿狩りで待ってて。ここの片付けが終わったらすぐ行くから。いらっしゃい。お客さん、ご注文は何にしますか？はあ、釣れないな。親友の俺を無視する気か？ほう、俺の熱い気持ちに応えてくれるとは。どうやら俺の誠実さが伝わったようだ。モンドの新たな英雄が目の前にいると思うと、騎士として心が震え立つもんがあるな。ガイアがまた適当に褒めてる。俺が言ったことは本心だぜ。頭ん中を整理したくてな。他の騎士は後片付けしてるっていうのに。考えるっていうのも大変な仕事だ。むしろ戦場の後片付けの方が楽だと思うぜ。ふーん、その考え事って？アビス教団のことだよ。流祭でジンがモンドにいなかった間、アビス教団にとっては絶好のチャンスだった。もしお前がアビス教団のものなら、こんな絶好のチャンスにヒルチャールだけを送り込むか？真相を見極めるため俺は待つことにしたんだ。奴らの次の行動をな。それにお前たちが風流廃墟で激しい戦いを繰り広げている間、モンド城内に不審者がいたんだよ。モンドの城内にか？ああ、他の騎士が城の外で戦っていれば城内の守りは必然的に手薄になるだろう。だから城に残っていた俺はアビス教団の侵入者とあの手この手で情報を聞かせてもらったその情報っていうのがそいつらアビス教団を裏で統治する者のことだった。アビス教団を統治？トワリンをあんな風に戦いの道具とさせたのもその統治者の仕業だ。あの手この手ってどんなことして情報を聞き出したんだ？そこは俺の天才的な話術によるものだと思っておいてくれ。その統治者はアビス教団の魔物にまあ情報共有はここまでにしておこう。アンバーがこっちに向かってきてる。一緒に戦わなかったことを怒ってるんだろうな。じゃあお先に失礼するぜ。ガイア先輩に逃げられた。やっぱ後ろめたいんだ。そうなの？あの話術に騙されたんじゃない？まああの人のことは置いといて。もうクタクタ、お腹もペッコペコだよ。先に注文させてもらうね。サラさん、人参とお肉のハニーソテーちょうだい。流祭も落ち着いたけど、あんたたちはこれからどうするの？多分モンドを離れて七国を旅しながら彼の家族の手がかりを探すかな。そっか、じゃあしばらく会えなくなるんだね。大丈夫、どこだろうとも風が届く場所であればあんたはセピロス騎士団の戦友であり栄誉騎士だから。モンドはいつでも歓迎するよ。早く食べようか、じゃないとお肉が冷めちゃう。おいしい。さすがアンバーがおすすめするだけあって期待通りだな。当然だよ。料理の腕にはあまり自信ないけど舌に自信はあるからね。そうだ、伝え
れるとこだった。ジンさんが大聖堂で待ってるって天空のライアーのことみたい。早く行った方がいいかも。こちらは教会から天空のライアーを回収しに来た祈祷牧師のバーバラだ。風神のご加護があらんこと。代理団長と比べてそういう言葉を口にする資格はないかもしれないけど、皆さんモンドを守ってくれて本当にありがとう。平和に解決できてよかった。本当に風魔竜と戦うことになっていたらどうなっていたことか。ああ、これでファデュイも口出しできなくなった。こんな風になって彼らはきっと悔しがっているだろう。セピロス騎士団に圧力をかける理由を失ったからな。スネージナヤが横暴だというイメージを植え付けただけで外交の進展は何も得られなかった。はいはい、それで天空のライアーを持ってきてくれたわよね。代理団長の担保も無限じゃないわ。持ってきたけどちょっとな。貸し出し料とかは必要ないから安心して。教会には寄付金があるもの。そのいやー、天空のライアーがバルバドス様、バーバラは一生かけて謝罪をしても足りないわよ。はあ、いいや。天空のライアーを僕に貸して。どうして天空のライアーが。あ、オイラにも見せてくれ。ダメダメ、どう直したかはわからないけど天空のライアーはもう貸せないわ。さて逃げようか。僕が天空のライヤーを修復する現実、いや魔法 100% 完全無欠じゃないからね。お金融野郎、おい逃げるな。あら、ハムスターが見つかってよかったわ。木の杭や米の袋に噛みついてモンドに迷惑をかけたんじゃない？それはハムスターじゃなくてネズミだと。今はあんたの話なんてどうでもいいの。無礼な銀融詩人。統率を諦めたモンドの今はこの程度なのよ。君が僕を嘲笑えるのはその主人から借りた力のおかげかな。口先ばかり。